月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのか。だんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね。カレイとヒラメ。今度の世界味巡りの企画を決める前に私金城さんに注文があるのよね。注文？そう、なんていうのかな、もう少し派手な絵柄が欲しいのよね。派手って言うけどさ、食べ物の写真はどうしても動きに欠けちゃうからな。そりゃよっぽど珍しい食べ物の企画なら十分面白い絵になると思うけどさ。そうですね。今まで一番動きがあって派手だったのは金城さんが命がけで撮影したカジキマグロの突きん棒の写真でしたよね。そうそう、この感じ、これが欲しいのよ。テーマがはっきり決まらないのにこういう感じもああいう感じもないんじゃないかな。海はいいな。また海に出るか。山岡さん、何かいい企画浮かんで。いや、そう急に言われてもな。困ったわ。何かないかしら。や、山岡君、ここにいたのか。谷村部長、また山岡さんと栗田さんをお借りしてます。いや、いいんだいいんだ。ところで山岡君、大原社主がすぐに君に来てくれということなんだが。俺に？それに栗田君、君もな。私もですか？ああ、一人じゃできない。いや、ちょっと困ったことがあってな。実は山岡君、私の孫の一人が大学受験に失敗してね、すっかり気落ちしてしまっとるんだよ。第一志望の大学に入れなくて滑り止めの第二志望の大学には合格したんだが、本人はそれじゃ満足できんのだな。なんだ、第二志望でも何でも入れりゃいいじゃないですか。ほらほら、君みたいに鼻から成績が悪きゃ諦めもつくだろうが、うちの孫の場合第一志望合格間違いなしと言われていたものでな。ご挨拶ですね。そこ出た。山岡君、以前小泉君から聞いたんだが、彼の息子さんがぐれかけた時に君が意見してくれたおかげで立ち直ったそうじゃないか。青少年は汚れた企業の幹部より純粋な魂を持ってますからね。俺の人間性を理解してくれるんですよ。まあ君相手なら誰も劣等感を抱かずに済むからな。自分よりはるかに惨めな人間でもこうしてちゃんと東西新聞で生きていられるってことを見れば安心するだろうしな。失礼します。待て山岡君、話は何するんですか。まあそんなわけで頼むよ。いや、うちの孫に第二志望の大学でも落胆することはないと励ましてやってもらいたいんだ。頼むよ。話してください。やめろってば。なあ光一、第二志望とはいえ第一志望と大して変わらんいい大学じゃないか。何をそんなにこだわっているんだ。
いいか、ここにいる山岡君はな、それよりずっと程度の低い三流大学なんだよ。それも浪人してようやく入れたんだ。その山岡君ですらこうやって東西新聞に入って給料泥棒と罵られながらもなんとか務まっとるんだ。それに比べりゃ光一の前途はようようたるもんだよ。なんちゅう言い方。ほら山岡君、なんか言ってやってくれんか。ほら光一君よ、大学なんてどこでも大差ないさ。そうでしょうか。そうとも。俺がわざわざ三流大学に入ったのはな、社会で成功するのに大事なのは大学の名前じゃない、本人の実力だってことを世間に知らしめるためさ。わあ、よう言うたわ。参りました。お待ちどうさま。お刺身を召し上がれ。おお、これはうまそうなヒラメだ。すみません、ヒラメでなくカレーなんです。なんだカレーか。がっかりだな。カレーはヒラメより落ちるの？うん、それはまあヒラメよりは少しは味が落ちるな。同じような魚だと思ってたけど。まあ見た目は確かに似てはいるが、値段もヒラメの方がずっと上だし、世間一般でもそれだけヒラメの方が高く評価されてるってことだろうな。評価？ほらご覧よ。え？何が？ヒラメもカレーも見た目同じような魚じゃないか。それでもヒラメとカレーじゃ評価が違う。大学だってそう言えるんじゃないの？大学？外から見れば同じようなものだけど、大学の名前が違えばそれだけで卒業した人間の受ける評価は変わるってことになるんだ。光一、僕はカレーなんだ。見た目は同じでも僕よりいい大学を出たやつはヒラメだ。カレーはヒラメより落ちるって一生評価されていくんだ。あなた、いやー困ったことになったな。こりゃ世界味巡りのいい企画になりそうだぜ。どういうことですか？小原社主、明日の晩から光一君をちょっと借りますよ。光一をどうするつもりだ？いえね、このカレーを見て思いついたんですが、大学なんてどこでも同じだってことを証明してあげようと思いましてね。でもよかったわ。山岡さんが世界味巡りの企画を考えついてくれて。で、調子のどの辺？ついてくればわかるよ。でも私、光一君のことの方が心配です。そうだよな。大原社主のお孫さんが思い詰めて海にでも飛び込んだら大事だぜ。なに、その時はその時、本人の寿命がなかっただけさ。なんちゃって。さあ起きて起きて、お客さん、ほら早く早く。お客さん、さあ起きた起きた、行きますよ。さあお客さん、時間だよ。時が出てしまうよ。まだ3時だ。さあさあさあ、起きて起きてお客さん。これもみんな光一君と金城さんのためなんだからね。まったく、なんで。これがどうして僕のためなんですか？
これでいい写真が撮れなかったら殺す。おはようございます。外は寒そうよ。よし、小石君急げよ。はい。早起きは気持ちいいですね。大量だぞ。空気がうまい。これだ。うわあ、大きな船ですね。何、これでも沖へ出れば木の葉みたいなもんさ。小一くん、小一くん、大丈夫？小一くん、小一くん、ほら頑張って。小一くん、大丈夫？さあ釣り場に着いたよ。みんな元気にやってみっか。そらじゃ。さらい。いいかい。重りが海底についたら餌を引いてやって砂に隠れている彼を誘うんだ。こんなに揺れてちゃ竿も一人でに動いちゃうわ。小一くん。ちょっと来たわ。それ、どんどん巻いて。すごい手応え。重いわ。よーし、栗田さん頑張って。よし、いいぞ。そら。すごい。なんて大きいんだ。石ガレーだよ。あんまり大きいから座布団ガレーって言うんだ。座布団ガレー。私のところも来たわよ。おっと、俺の方来たぞ。よっしゃ。いいぞいいぞ。よし、一緒にドッと開けてくれ。いい写真になるぞこれは。これぞ華麗なる一族なんてね。よし。おお、来た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 。網だの上網。やったー。やったー。いやー、今日は大量だったな。重いよ。栗田さん3匹も釣っちゃうんだもんね。もう体ガッタガタ。坊ちゃん。あんた坊主だったんだろ。坊主。何も釣れなかったのを坊主っていうのさ。はい。ほらこれお土産だよ、持ってきな。どうも。楽しかったですね。いや結構いい写真が撮れてると思いますよ。迫力満点の。上がりが楽しみよね。あれ、さっきもらったカレー、ヒレを全部切ってある。どうしてだ？それはね、釣り客が釣ったものと釣り宿が釣ったものを区別するためなんだ。そっか、もらったカレーだからな。ちくしょう、悔しいな。今度は自分で釣ってヒレのちゃんとしたカレーを持って帰るぞ。ほう、これはなかなか見事なもんだな。
車種にも2、3匹置いていきますよ。それは嬉しいな。お、そういえば頼まれていたものも届いとるぞ。はあ、これも大きなカレーだな。いや、これはヒラメだよ。ヒラメ？こっちが我々が釣ってきたカレー、こっちが魚市場から仕入れてきたヒラメだ。このカレーも大きさではヒラメに負けてないな。さすがに座布団カレーと言われるだけありますね。形もそっくりだよね。どこが違うの？稀に例外はあるけど、こう背中が上に来るように置いた時、頭が左に来るのがヒラメ、右に来るのがカレーなんだ。ああ、左ヒラメの右カレーって言いますものね。ああ、なるほどね。はい、お待ちどうさま。はあ、さすが山岡君、見事な包丁さばきだな。いやじゃあみんな早速いただこうか。はい。ちょっと待ってください。まず光一君に食べてほしいんですよ。君はこの前ヒラメとカレーは見た目はそっくりなのに価値は違う、そう言ったな。うん。ではこの2皿の刺身を食べてみてくれ。片方がヒラメで片方がカレーだ。どっちがヒラメでどっちがカレーか当ててくれないか。僕が？そうだ。そしてカレーはヒラメに劣っているというわけをどういうふうに劣るのか教えてくれ。いや、だってそう決まってるんでしょ。なんで決まってるんだ。だってそれは長い間にいろいろな人が食べてみて、それで。ほらふざけんなよ。俺は君が自分の舌でどう感じるか答えてくれって言ってるんだよ。いや、山岡君、光一にそれはちょっと無理なんじゃないかな。大原社主、昔からおじいさん子おばあさん子は三文値が下がるってことわざがあるのを知ってますか？分かったよ。やってみる。ほらほら光一、違いがわかるでしょ。こっちの方は。おばあさん子は三文安いって言いますよ。どうだい光一君。こっちの絵皿の方がそっちの白い皿のより身のキメが心持ち細かいような気がするよ。それに歯触りも絵皿の方のがもちもちしてると思うんだけど。うんうん。で味はどうだ。味の濃さは。やっぱり絵皿の方が濃いみたい。私も全く同じ意見です。でどっちがうまい？どっちって言われても。キメが細かくてもちもちして味が濃いんだから、左の皿の方がうまいに決まってるだ。左がヒラメだよ。ああ、ダメですよ教えちゃ。光一君に答えてもらわなくちゃ意味がないじゃないですか社主。いや、しょうがねえな、おじいちゃんはぶち壊しだよ。こっちがヒラメなのか。でも僕はヒラメの方が美味しいとは必ずしも言えないと思うな。どうして？だってキメが細かくてもちもちしてるのが嫌いな人だっているよ。カレーのさらっとしてしゃっきりした歯触りの方が好きな人だっていると思う。それに味が濃けりゃいいってもんじゃないよ。カレーの軽くてさっぱりしてる味の方が好きな人だってきっといるもん。じゃあ答えてくれ。どっちが優れていてどっちが劣ると思うんだ。それは味とか歯触りに微妙な違いはあるけど、どっちが優れているとか劣っているとか言えないよ。僕の好みではカレーの方が好きだけど。よし偉いぞ。ちゃんと自分で判断したな。確かにヒラメに比べれば
カレイはその種類と季節によって身が薄くキメが粗かったり泥臭かったりすることもある。だからカレイの方が低く評価されてる。だが今の季節の石ガレイは身も厚く味も十分に乗って最高にうまいんだ。ヒラメとカレイの味を比べるならこういう季節のカレイを持ってこなくちゃ公正じゃない。こうして実際に食べ比べてみればヒラメにはヒラメの、カレイにはカレイのうまさがあって、どっちが優れていてどっちが劣っているというものではないことがわかるだろう。どっちにもそれぞれ良いところがある。小一君、ヒラメとカレイの味の差は自分の舌と頭で判断できたのに、どうして大学は自分の考えで判断しないのさ。入試の偏差値と世の中のランク付けだけで大学に優劣をつけるのは正しいのか。それじゃあおじいさんおばあさんの言いなりに味を教わっているのと同じじゃないか。君なら第一志望合格間違いなしだ。一流の大学に入れるかどうかで君の将来は決まるんだよ。僕は今まで人に言われたことや固定観念ばかりを信じていて、自分で物事を判断しようとはしていなかったんだ。大学だって実際の中身より第一志望だとか第二志望だとかだけにこだわって実際の中身のことは考えなかった。大学の価値は名前じゃないものね。中に入って自分がどれだけ本気で勉強するかだもんね。分かった、山岡さん、第二志望にこだわらずに入学します。えらい。小一よく言った。入学おめでとう、光一くん。頑張ってね。ありがとう。山岡さん、本当にありがとうございました。光一君なら絶対大丈夫ですよ。きっと頑張ります。でもさすが山岡さんね、説得するのがお上手だわ。やっぱり落第と浪人で鍛えた方は言うことが違うわね。あら。お前言ってることは間違ってない。何が使いたい写真がたくさんあって困るわ。これなんかいいと思うけど、ほら栗田さんが大ガレイを釣り上げたところ。ダメですよ。私って写真写り悪いから。ああ、そうね。じゃあこれ使いましょう。私と山岡さんがいい具合に写ってるからね。まあね、栗田さんは写真写りよりも本人の方が美人だということですよ。あら、じゃあ私は写真よりも本人の方が劣るとでもおっしゃりたいのかしら。金城さん。いや、そういうことじゃなくて。だってそういうことじゃありませんか。どうでもいいからさ、早く決めちゃって飯に行こうよ。飯。さんと結婚する荒川さん。でも師匠の木曽先生に披露宴に出ないと言われて苦しんでるの。見かねた私は貝原雄山に口添えを頼みに行ったんだけど、意外な展開に大ピンチ。栗田君、今行くぞ。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ」究極の披露宴前編、お楽しみに。